皆さんこんにちは。手帳の時間です。新生活が始まって少しずつ毎日の流れが見えてきた頃、ちゃんとしたい気持ちはあるのに朝からうまく始められないことがありますよね。今日は頑張る元気がない日に10分だけ手帳を開いて気持ちを少し整えてみます。何か特別なことをするより、いつものページを開くところから始める方が気持ちが落ち着きやすい気がします。手帳が空白でも中途半端でも大丈夫。見慣れたウィークリーページを開いて、今日からそっと始めるような感覚が朝の自分にはちょうどいいです。朝からやる気がある日もあれば、元気がなくて力が抜けている朝もあります。そんな日は新しい文房具の力を少しだけ借りることにしました。お気に入りの文房具を使うだけでやらなきゃという気持ちがちょっとやってみようかなに変わります。最近お気に入りのシール、丸型で枠と中身が別々に使えるワクモという商品です。バレットジャーナルの4月のテーマカラーに合わせて淡いパープルの枠を選んでみました。この周りの植物がとっても可愛い。枠の中には頑張らないと今日の気持ちを素直に書き込みます。書きたいけど書くことがない。頑張りたいけど頑張れない。そんな時はただ素直に感情を記録するだけです。もともと桜のキャンディーが入っていた缶ケース。細かいものは小さな缶ケースにまとめて入れておくと、朝でも気軽に手に取りやすくて気に入っています。ダイソーの葉っぱ型クラフトパンチ。うまく書けない朝に手を動かすきっかけをくれるアイテムです。今週は付箋と組み合わせてみました。少しパンチしたり、切ったり、並べたり。それだけのことなんですが、朝の言葉にできない焦りが少しずつほどけて、今からでも今日を気持ちよく始めたいなぁと、そんな気持ちが戻ってきます。朝からちゃんとできなくて、なんだか遅れていると感じるときや、何もしていないわけじゃないのになぜか自己嫌悪になってしまうときは、少しだけ時間を止めるように小さな作業に集中してみると、気持ちが少し落ち着いて、止まっていた手も動きやすくなります。それでも毎日の中ではゆっくりすることにどこか罪悪感を持ってしまう時もありますよね。力を抜いたら今日が崩れてしまいそうで、気づくとまた頑張る方を選んでしまいます。でもそんな時こそ大きく立て直そうとしないで、一つだけでも優しく始められることを置いておくと、気持ちが少し助けられる気がしました。セリアで見つけた柔らかいリスのイラストシール。ページ全体がまとまるように色を揃えています。
今の自分がほっとできる場所をページの中に作るようなイメージです。朝10分だけのシンプルな手帳時間。それでもまだ気持ちがそわそわしているときは、お気に入りの付箋に優しい言葉を一つ書いておきます。今日のお守りみたいにそっとページに置いておくだけで、安心して一日を優しく始められるかもしれません。朝って予定を書くことはできても、自分に優しい言葉をかけるのは意外と後回しになってしまいますよね。だからこそこうして目に入る場所に一言があると、急ぎすぎそうな時でもほっと深呼吸できるようになるので、エネルギーが少ない朝にはとってもおすすめです。言葉を今日の味方にして小さく一日を始めます。最後に使った文房具を元の場所へ戻していきます。小さく書いて小さく整える時間があると、気づかないうちに少しずつ自分のペースに戻っていける気がしました。完璧に始められない朝でも、この10分があればそれだけで十分な日もあるかもしれません。少しずつ朝の気持ちも整ってきたので、ここからは私と一緒にゆるく手帳時間を過ごしていきましょう。今日は春のお花の描き方を一つご紹介します。チューリップの描き方はすごく簡単なので、ぜひ一緒にやってみましょう。ピンクや赤、黄色などのチューリップカラーがあるので、ドットペンをお持ちでない方はマーカーなどを使って描いてみてください。もしカラーがわからないよという方は、例えばお手持ちのこういうマスキングテープから色を取って使ってみるのもおすすめです。このミモザカラーの場合は黄色とグリーン系とか、チューリップの場合は赤と緑系とか、いろんなお花をランダムに描きたい場合は黄色、赤とか少し茶色とかグラデーションになっているので、これを真似して描いてみるのも可愛いです。こちらの100円ショップのケースに名刺カードサイズのこういう白いメッセージカードを入れているので、これに今日は書いてみます。マスキングテープでもいいんですが、こういう裏面が貼って剥がせるタイプのあまり使わないものを、余ったマスキングテープとかを持ってきて、文字を書く部分を一旦ここでこのように確保します。そしてこの上からイラストを描いて、最後にこうペリペリペリっと剥がせば、ここに文字が書けるのでやってみましょう。まずはピンクカラーでチューリップを描いていきます。チューリップの描き方は簡単で、まずは卵を描くように、こんな感じで卵を描いて、そしてぴょこんとここに隙間を開けてあげます。
近くで見るとこんな感じ。少し隙間が空いている方が後から可愛く仕上がります。これを3つぐらい増やしてみますね。スピードはこんな感じです。そしてカラーを変えてチューリップ描いていきましょう。次は黄色も入れてみましょう。花束風にしたいので好きなカラーで大丈夫です。赤は少し濃くなるので最後に入れてバランスをとっていきます。例えばこの辺に1本入れたり、外側にちょっと小さく入れてみたり、こんな感じで真ん中が空いていたらこんな感じで入れていきます。こういうお花の塊ができたら次は茎を描いていきます。茎や葉っぱは緑でも黄緑でも大丈夫です。このお花の雰囲気に合わせてどっちを使おうかなと考えて今日は緑を使ってみましょう。こちら細ペンの方を使います。まずはこの細ペンでお花からこういう風にこの一番最初に貼った付箋の上もしっかりこう描いて、こんな感じで斜めに花束がぎゅっと積み重なっているような感じでランダムに入れていきましょう。こうするとちょっと花束っぽくなります。その後にチューリップの細長い葉っぱを描くんですが、細長い葉っぱを描くときは先端がドットが描ける太ペンの方を使います。葉っぱの描き方は先ほどは茎は上から下に描きましたが、葉っぱは下から上にこう斜めにシューッと描いていきます。こんな感じです。こんな感じ。2本でもすごく可愛いので、ちょっとここが三角になって花束っぽくなりました。あとね、1本ぐらい先っちょを足してもいいかもしれません。はい。ちょっと花束っぽくなりましたよね。チューリップがギュッと詰まっている感じ。そこで最初に貼ったこちらのマスキングテープや付箋をこのように外すと、ここだけに空間ができてメッセージが記入できます。このままメッセージを書いてもいいけど、パツンパツンと切れているので、ここを少しなじませてあげましょう。ここもね、何色でもいいですが、なじませる場合は、メッセージカードに使ったカラーの細ペンを使っていきます。一度書いたのに動画が撮れていなかったんですが、細ペンでくねくねくねと波線を描くとすごく可愛く仕上がります。ここがまっすぐなまっすぐな横のラインでもね、すごく可愛いです。二重線にしてあげたりとか、メッセージカードにチューリップのイラストがこうプスッと刺さっている感じを表現できて、すごく可愛く仕上がるので、やってみてください。せっかくなので、ここを二重線にしてみましょう。綺麗にまっすぐ描こうとしなくても、なみなみ線だったら、なんとなく可愛く仕上がります。気楽な感じで描いていくといいと思います。春は入園や入学式などがあって、入学おめでとうとか入園おめでとうとか書く機会も増えると思います。
その他、いつも使える誕生日おめでとうとか、そういう一言、一文のメッセージを書くのにぴったりなイラストです。今回はハッピーバースデーかお誕生日おめでとうという言葉を書いてみましょう。お誕生日。おめでとう。2行にしてお誕生日おめでとうと記入してみました。このままシンプルにプレゼントにマスキングテープでペタッと貼ったりとか、あとは花束を買って花束の中に入れたりとか、いろんな使い方ができます。この周りの空間がもし少し寂しいよと感じる場合は、他のペンで少しアレンジをしてあげてもいいかもしれません。私がよくやる方法は、こういうゴールドやシルバーの太めのペンで高級感を出してあげるとさらに素敵に仕上がります。ただね、ちょんちょんとするだけでいろんな角度からキラキラキラっと見えるので上品に仕上がります。少し足すだけで可愛くなったと思いませんか？どうでしょうか？周りにこういう風にドットを足したり、この四隅を塗ってあげるのも可愛いです。今回はドットを足してみました。これは赤とピンクのチューリップのメッセージカード。そして黄色、爽やかな黄色とライトグリーンで描いたミモザもすごくね、おすすめです。これは以前の動画でミモザの描き方ご紹介しているので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。この春の限定になるんですが、このチューリップカラー3本セットも公式ショップでご案内しています。このチューリップカラー赤とピンクとグリーンか、もしくはこれからの季節はこういうブルー系とかパープル系のお花も綺麗に咲く時期になると思うので、ネモフィラとかお花を見に行ってちょっと描いてみたいなと思ったら、こういうブルー系で描くのもおすすめです。もしリクエスト、お花のリクエストとか、こんなイラストを描いてみたいなというリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。簡単で描きやすくて楽しいイラストをこれからも一緒に皆さんと描いていきたいなと思っています。ドットペンがあると簡単にイラストは描けるんですが、もしドットペンがなくても普通のマーカーでも描けるので、似た色味を探してぜひチャレンジしてみてください。